マフティー動乱。1背景、マフティー動乱前の世界情勢。宇宙世紀105年、地球連邦政府は長年の統治により腐敗し、地球環境の悪化や社会的不平等が深刻化していた。特に地球への居住権は特権階級に独占され、多くの人々は宇宙コロニーでの生活を余儀なくされていた。このような状況下で連邦政府は地球環境保全を名目に地球への不法移民を厳しく取り締まる政策を推進していた。しかしこれらの政策は実質的にエリート層の利益を守るものであり、一般市民の不満は高まっていた。マフティー動乱の経過。この社会的閉塞感の中、連邦政府の腐敗と戦後に反発する形で反地球連邦政府組織マフティー・ナビーユ・エリンが結成された。組織の指導者であるハサン・エノアはかつての英雄ドライト・ノアの息子であり、過去の戦争での経験から連邦政府の改革を目指していた。マフティーは連邦政府高官の暗殺や軍事施設への攻撃など過激な手段を用いて政府に対する抵抗を展開した。特に最新鋭のモビルスーツクサイクシーガンダムを投入し、連邦軍との激しい戦闘を繰り広げた。3マフティー動乱の結末。マフティーの活動は一時的に連邦政府を揺るがせたものの、最終的には連邦軍の反撃により鎮圧された。ハサン・エノアは逮捕され、公開処刑に処された。彼の死によりマフティーの組織は瓦解し、動乱は収束を迎えた。4後世への影響。マフティー動乱は連邦政府の腐敗や戦後に対する市民の不満を顕在化させる契機となった。動乱後、連邦政府は一部の改革を余儀なくされたものの、根本的な体制変革には至らなかった。しかしマフティーの理念や行動は後の世代に影響を与え、連邦政府に対する抵抗運動や改革運動の象徴として語り継がれることとなった。5当時の社会的需要。マフティーの活動に対する当時の社会の反応は複雑であった。一部の市民は連邦政府の腐敗に対する正当な抵抗としてマフティーを支持したが、彼らの過激な手法やテロ行為に対しては否定的な意見も多かった。特に一般市民を巻き込む形での攻撃や暗殺は多くの犠牲者を出し、社会不安を増大させた。結果としてマフティーは一部で英雄視される一方、テロリストとして非難される存在でもあった。6結論。マフティー動乱は宇宙世紀における社会的不平等や政治的腐敗に対する抵抗運動として重要な位置を占める。その経過と結末は権力に対する市民の反発とその限界を示すものであった。また当時の社会的需要の複雑さは正義と手段の関係性、そして社会変革の難しさを浮き彫りにしている。マフティー動乱の教訓は後の時代における政治運動や社会改革の在り方を考える上で重要な示唆を与えている。チャンネル登録・高評価お願いします。